こんにちは。お元気ですか？今日は3月25日の水曜日ですね。もうすぐ4月ということで、だんだん暖かくなってまいりましたが、私はね、相変わらず引きこもりの生活を365日続けております。ということで、家から外に出るときって基本的にはスーパーかコンビニだけなんですけれども、最近ね、ちょっと外出着を着る機会がありました。いつもはね、家にいるフリースとかパーカーにただ上着を着るだけみたいな感じで、スーパーとかも適当な格好で行っちゃうんですけども、いわゆる普通にちょっと出かけて普通の場所に行くときは、外出着って言ってもね、そんなちゃんとした服装じゃなくて、普通の服なんですけども、カジュアルな。そうそう。家着以外のものを久々に着たなって思ったんですね。それで、朝出かける時にね、ちょっと着替えるために、久々に、この普通のズボンスーパーコンビニ以外に履くズボンとか久々だなと思って履いたら、すごいきつくなっててびっくりしちゃったんですよね。で、なんでそんなびっくりしたかっていうと、この前の健康診断の時の体重測定をした時に、冬のね、終わりくらいって1年で一番体重増える時期ではあるものの、想定内くらい、それくらいになってますよねみたいな、冬だしちょっと増えてるよねくらいな体重だったんですけども、なのにズボンがその体重よりももっと太った時のサイズ感になってたんですよ。だからうわっと思って、この前の健康診断の時の体重いくつだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、51点いくつとかそんな感じだったと思うんですけど、52ないぐらいかな。なので、私はね、基本的には49キロ台ぐらいが一番体調というかね、一番普通かなっていう体重なんですけども、やっぱね、52ぐらいまでは冬は増えちゃうから、ちょっとね、なんて思ってたんですけども、ただ今まで52キロぐらいまで増えた時でもズボンがこんなにきついことなかったんですね。感覚的に私がズボンを履いた時のこのサイズ感、きつさから言うと、55くらいは体重ないとこのサイズ感にはならないんじゃないのっていうようなサイズ感だったんで、ちょっとびっくりしちゃったんですね。びっくりしたと同時に、ちょっとその場に立ち尽くして2分ぐらいいろいろ悶々と考えたりしてたんですよ。履きかけのズボンを履きかけたままじーっと立っちゃうっていう感じ。ちょっと同じ女性だったらわかるかと思うんですけど、わかんないかな。で、別にね、その日にこれ着ていこうって思ってたズボン以外の他のズボンも確認としてちょっと履いてみたんですね。他のこのズボンはどうだろう、このズボンはどうだろうみたいな感じで履いてみたら、やっぱり当たり前なんですけどきつくなってて、でちょっとその中でもショックだったのが、ちょっとゆるって履くようなジーンズが普通に前のボタンが閉まんなかったんですね。今まではちょっとこのジーンズがぴったりジーンズとかじゃなくて、ちょっとゆるゆるっていう風に履くようなジーンズで、ちょっと体のラインを拾わないようなジーンズだったのがパッツパツになっててボタンが閉まんなかったんですね。で、閉まんないけど無理やりギュッてやると閉まるぐらい。ただそのギュッてやるとそこにボンレスハムができるみたいな感じになってて、どうしちゃったんだろう、なんだろうこれと思ってね、ちょっと何が起きたんだろうって感じでね、またそれをね、ボンレスハムになったままちょっと鏡を見つめながら、多分 1,2 分くらい立ち尽くしたっていう何なんだろうと思った。だからこの年齢的にね、だんだん筋肉量とかが減ってきて、贅肉とかの割合が多くなってとかなのかなとか、だから同じ体重でも見た目が変わるっていうやつですね。だから締まりがないと、ブヨブヨっとした肉が体積を占めてしまっているみたいなね
そういう感じになっちゃったのかなと思って、すごいショックを受けたんですね。もちろんね、全然運動とかしてないし、こうスタイルがこうキープできるような営みを全く何もしていなかったので、そこでショックを受ける権利もないような気もするんですけども、だからといってめちゃめちゃこう太るようなこともしてなかったわけですよ。だから普通に生きてただけなのに、このお腹周りのサイズ感は一体何なんだっていうね、ショックを受けて、そうそう、ちょっとズーンとしたっていうのがここ数日前なんですけれども、ただその日のね夜ね、こうふっと思ったんですけども、いや待って待ってと思って、確かにすごく今お腹出てるのはわかると、こう腰回り腹回りに肉がすごいついてるのはわかる、そこに対してのケアみたいのも何もしてないです、引っ込めようっていう努力も何もしてないみたいなね。なので年齢的に普通に生きてたら、こうだんだんそういう風に体型がそうなってしまうのもしょうがないとはいえ、これはもしかしたらお腹が出たというよりも、もしかしたらヒップアップしたんじゃないのかなってちょっと思ったんですよね。いい風に思ったんですね。つまりこうお腹が出っ張ったというよりも、こうお尻の方に筋肉とかがついてヒップアップしたことによってズボンとかがきつくなるっていうことってあるじゃないですか。なので腹が出たのかヒップアップしたのかどっちだみたいな感じで、もう一回鏡を見たりとかしたんだけど、ちょっとよくわからなかった。ただお腹は明らかにパーンと出てたんで、なんかねこうそんなにすごいこうスタイルよくとかね、そういう気持ちが今起きないっちゃ起きないんですけど、正直自分の見た目なんか2の次3の次で収入をとりあえず得れればいいやみたいなね、とにかくそれだよ今はみたいな感じで、自分の見た目とかもうほんと何もね、こう今何も1ミリも何もこうそこに労力を費やそうっていう気が起きないんですけども、ただすごくこうその体型を視認した時鏡で見てこう確認できちゃった時に、すっごくこう私の気分が落ちるんですよね。で目で確認した時以外にも、このズボンを履いた時のこのきつい感じとか、このズボンを履いた時のシルエットの醜さ、みっともなさとかね、あとはこう外に出かけた時にこれを着ようってイメージしてたものをこうパッパッパッと着てみたら、いやなんだこれ、いつの間にこんなパツパツにこんなみっともなくて着られないわとか思って、結局着たい服を着るんじゃなくて、そのみっともなくこうない状態で着れるようなデザインのものを選ぶしかないみたいなね、その気分でじゃなくて体型に着るものを選ばされてしまうっていうね、そのこうなんかこう自分の選択権のなさがこうすごく不快だなっていうのをねすごく感じて、だからなんていうか、自分がこう生活して生きてる中で不快だっていう感じるのが嫌だから、ちょっとこう少し腰回りのサイズを元に戻して、ゆるっとしたジーンズはゆるっとしたぐらいの状態で着れる状態に戻りたいなって思ったりとかしたんですね。でこう見た目がこうきついっていうことは、こう実際にこうそれを履いて生活してたり出かけたり座ったりとかしてる時に、ちょっとこう着心地も悪いってことじゃないですか、きついから。なのでそういう意味でもこう自分の気分が下がるから、なんかね、なんかこうどうにかしたいなって思いました。ただもしかしてお尻がこうヒップアップしたのかなっていうのも、ヒップアップが原因100% 原因じゃないかもしれないけど、数パーセントは確かにお尻が少し筋肉ついたかもっていうのは思ってたんですね。っていうのも、お尻が筋肉痛になったりしてたんですよ。筋肉痛というよりも痛っていうほどじゃなくて、ちょっと筋肉疲労みたいな、ちょっとこう
お尻が凝るというかね。っていうのも私立ち仕事をしてるんですね。立ち仕事っていうかスタンディングデスクを使ってパソコンでの作業とかを全部立ってするようにしてるんですね。で去年の6月ぐらいだったかな、こう腰痛とか運動不足とかがねちょっとまずいなと思って、こうスタンディングデスク、昇降デスクですねを購入して、それからはこう立って仕事をするようになったんですよ。でまあ疲れたらまた座って、でまた元気になったら立ってみたいな感じで、無理ない範囲で立ちながら仕事はしてたんですけども、でその中でね最初はね買った最初は立ってて20分とか30分とかしたら疲れてくるから、また座って3、40分して元気になってきたらまた立ってみたいなのを繰り返してたんですけども、もうね数ヶ月経った時にはねだんだんその時間が長くなってきて、1時間とか普通に立ってられるようになったんですよね。でそうで今でもねそろそろ疲れたなって感じるのが1時間くらいになってきたんで、今でも1時間くらい経って仕事をしたのが疲れたのか、立ってるのが疲れたのか、どっちか分かんないっていう感じなんですけど、疲れたと思ったらまた座って仕事したり、もしくは一旦休憩挟んだりとか、そういうのをしてたんですね。でそういうふうにだんだんと立ってる時間が長くなっていく中で、ずっと立ってると足がむくんだりとか足も疲れるっていうのはあるんですけど、結構ねお尻が筋肉疲労というかね疲れるなっていうのを感じてて、やっぱ立ってるだけでお尻も若干は使われてるよねと思って、確かに座り仕事とかずっとしてるとお尻の筋肉って落ちてくるっていうのは感じてましたし、あと骨盤が開くとかね、多分そういうデメリットもあると思うので、だからねそういう意味では立って仕事をするメリットっていうのはすごくあるなっていうのはね、買ってからもう1年近く10ヶ月くらいかな経つんですけれども、10ヶ月経ってないか、いいや、そのスタンディングデスクはすごく健康的にも良かったし、腰とかにもねすごくいいので、やっぱ座ってるのと立ってるのとかだと何パーセントだったっけ、結構腰への負担が違うんですよね。だからそういう意味でもスタンディングデスクいいなと思ってて、お尻もね定期的に筋肉疲労、筋肉痛みたいな痛いやつじゃなくて、なんかお尻がちょっとだるいみたいな、そういうのもあったので、だからねそのデスクを買ってから、10ヶ月ぐらい経った今、もう知らない間にゆっくりゆっくりちょっとずつお尻もヒップアップというか、少し筋肉がついてボリュームアップしたのかななんて思ったりとかしました。ちなみにそのズボンを履いたのは寒くなってからは履いてないので、そのジーンズとかってもう冬寒い時期になったら履かなくなるんでね、私冬はね裏起毛のあったかいやつ着るようにしてるんで、だからそう考えると一番最後に履いたの多分10月とかじゃないかなって思うので、10月から11、12、1、2、3月か今だから5ヶ月間くらいで5ヶ月間くらいでもしかしたらこのお尻の筋肉がついてお尻のボリュームがちょっと増えたことによってジーンズがきつくなって締まらなくなったのかなっていう風にちょっといい方に考えたりとかしたんですけどそうだからね、あと健康的にねお尻にはなるべく筋肉はつけといた方がいいなっていうのは前から思ってたので、このズボンのサイズ感とかそういうのは抜きにして、健康っていう部分ではお尻は筋肉があった方がいいなっていうふうに思うんですね。やっぱり立っててついた筋肉なのであればちょっとインナーマッスル的な筋肉もあると思うんですけども、
バランス的なものだったりとかもあれですし、あとはお尻の筋肉ってね、こう歩いたり走ったりとかね、そういう前進する時にすごく使う筋肉だったりとかもするので、あと登る時とかね、登りとかそういう時にも使いますし、だからとにかくお尻の筋肉ってすごく大事だと思ってるんですね。わざわざ鍛えたりとかするのはめんどくさいからしてないですけど、自然な生活習慣で少しでもお尻の筋肉がついたんだったらいいなっていうふうに思ったりしますね。そういえばその昔ね、こう一時期ランニングとかを習慣にしてた頃、だいぶ昔ですけどね、アラサーとかのね、若い頃ですけどね、やっぱりお尻の筋肉がもうちょっとあった方がこう走りが安定したりとか、あと前に進む推進力とかがねつくだろうなと思って、その走り終わった後とかにね、こうちょっとジャンピングスクワットみたいのをしてましたね。こうお尻に筋肉つけてやろうみたいなね感じで。あとこうジムフィットネスクラブとかで行ってる時とかも結構お尻のこうマシンのトレーニング、なんだっけあれ、名前忘れちゃったな、グルートだっけ、そのお尻の筋肉をつけるあれが結構こうお気に入りで、結構分かりやすくその時はお尻が筋肉ついたんで、そういうのとかも大事にしてたんですけど、もう一切運動とか日常生活に取り入れなくなっちゃった最近ではね、もう体もやべえなっていう風に思ってると同時に、年齢的にもねこう落ちてくるっていうのがあるので、でも今はちょっと何もそういうのする気が起きないから困ったなっていう感じで、ただ、立って何かをしてるっていう部分だけでは、少しは座り仕事よりはいいのかなっていうふうに思ったりしましたね。これがね、会社とかだとね、勝手に自分が立って仕事することってできないから、在宅でねやってる人間のメリットかなって思いますね。もしねご自宅で在宅ワークをされてる方とかがいたら、ぜひねこの昇降デスク、スタンディングデスクおすすめですね。私が使ってるのも折りたたみができて、もう最低限パソコンが置けてぐらいのねコンパクトサイズなんですけれども、本当に買ってよかったなっていうふうには思ってますね。腰痛とかに悩んでる方とかもねすごくおすすめですし、立ったり座ったりとかねこうすることで気分転換にもなるし、なんかねそんなことを思いましたね。なんだっけ、あとなんか喋ろうと思ってたこと忘れちゃったな。とにかくこうちょっとズボンがねきつくてちょっとショックを受けたっていうね、ちょっと着るものとかもね、なんかなんなんですかね、普通に生きてるだけなのに若い頃と同じ文句って同じ感じにあれちょっと待ってよ、若い頃と同じようなもの食って同じくらい動いてるのに、年を取ったら同じように生きてるだけなのに太っちゃったねっていう話をしようと思ってたんですけど、若い頃は動いてましたわ。若い頃は運動ももっとちゃんとするようにしてましたし、太らないように、太るのを気にして気をつけてましたわ。だから年齢のせいだけじゃなく太らないようにも気をつけてたなって今思いました。さっきも言ったようにジョギングしてたりね、あとは水泳とかもね、プールとかもね、年間の会員権とか買って普通に通ってましたし、体型とかを維持するためにやってたことは多かったかもしれないですね。そんな特別なことをしてるつもりはなかったですけども、そうね、その食べたいもの食べたいからその分動かなきゃみたいなところはあったかもしれないですね。あとなんか肉体的に弱くなるのがちょっと嫌だなっていうのもあって、ある程度はこう動いて刺激してこう筋肉とかね、あとこう動ける体でいないとなっていう、そういうのは
ありましたね。それがもう今ではね、とにかくもうただ目の前のことととにかく収入を得れたらっていうのと、ちょっとね、メンタル的におかしくしちゃったのもあって、とりあえず生きてるだけで万々歳的なね気持ちもあったので、さらに自分の体型をみたいなね、そのフェーズまではまだいけてないっていう感じかもしれないね。そんな感じですね。うん。でもね、ここ数年でも、ちょっと太っちゃったって時に少し運動したりとかしたことあったんですよ。でもその時やっぱり若い時だったらこんだけ運動したら痩せたのに全然痩せないわっていうのを実感したので、運動はあんまりしてなかったとはいえ、やっぱり太りやすくなったというかね、一度ついちゃった肉が痩せなくなったっていうのはありますね。痩せようと運動しても痩せないみたいな。多分今ぐらいの年齢、今ぐらいって私は、アラフィフですけれども、だとこうたくさんがっつり食べて運動、すごく激しい運動とかしても多分あんま痩せないと思いますね。痩せるんだったらもう食事ですね。食事のバランスとかをとにかくちゃんと整えて、甘いものとかを減らすとかね、そういうちゃんと作戦を練って戦略的にやらないと、ただがむしゃらに運動しても痩せない体になってしまったというかね、体というか年齢になってしまったっていうのはあるでしょうね。もちろんね、その運動を1年とか続けたらさすがに痩せると思うんですよね。大幅に痩せないにせよ、すんごいゆったり徐々に痩せると思うんですよ。だから昔は結構ハードな運動を1ヶ月続けたら結構しっかり落ちたのが、ハードな運動を1ヶ月続けても多分あんま変わんないと思います。ただそれを1年継続したら徐々に徐々に痩せていくっていうのはあるんだろうなっていう感じの体になったんだろうなっていうふうに思いますね。あと多分年齢的にハードな運動、つまりハーハー言うような有酸素じゃない、無酸素だわアネロビック的なね運動をする、激しくてハーハーするような運動は若い時は痩せたけど、年を取ってくるとそういう運動で痩せるのが難しくなってくるように思います。どちらかというと有酸素運動、しっかり呼吸をしながら負荷が少ない運動で長く続けるっていうのを長期間続けることによって徐々に痩せていくっていう体になるんだろうなっていうのを感じてて、でそれは体感的にもちょっとありますけども、昔読んだ本の中でエネルギー代謝をする時の方法でミトコンドリアを使ってっていうのかなからのこの代謝と糖質解糖系って呼ばれる解糖系解く問題とかを解く方の解糖と糖質の糖の解糖系とかのエネルギー代謝の回路が人間には2つあって、大まかに言うと2つあってなんですけども、実際には細かく言うと3つなんですけど、いいや大まかに言うと2つあって、そのミトコンドリア、ミトコンドリアあれですね、細胞の中にあるやつそれでのエネルギー代謝と解糖系でのエネルギー代謝があって、ミトコンドリア系のエネルギー代謝とかだとね、酸素をすごい使うんですよね。で逆に解糖系のやつとかだと、解糖系の方も酸素全く使わないわけじゃないとは思うんですけども、ただ解糖系の方だともうその名前の通り糖質であっという間にエネルギーが簡単に作れちゃうんですよね。でもエネルギーの数が2個しか作れないんですね。ミトコンドリア系だと30いくつだったかな、ちょっと忘れちゃったな、32個とかかな作れるんですけれども、すごくその代謝をするのに複雑な過程、その回路は複雑な過程があるんですよ。たくさんエネルギーは
くれるんですけれども、このなんだこのエネルギーを代謝するためにもたくさんの栄養素が必要で、この PFC とかミネラルとかPFC っていうのはあれですタンパク質とファットと炭水化物ですね。だからそういうのプラス亜鉛とか鉄とかビタミンB 群とかね、そういう系がだったかなとにかくいろんなバランスよく栄養素をしっかりとってないと、そのミトコンドリアで30いくつのエネルギー代謝ができないから。でもそのエネルギーとかきちんとご飯とか食べてなくても本当に適当なものばっか食べて糖質のものばっか食ってたら、そっちのミトコンドリアの方でこの回路が回らないから、糖質の方で2個しか作れないけど、糖質みたいな感じでそっちでいっぱい作るっていうのがあるんですけど、あれちょっと話がちょっとめっちゃ脱線しちゃったな。でミトコンドリアの方だととにかく酸素が必要っていうのをね、ずっと前にそういう本を読んですごく納得したのが、だからもしかしたら老人になってくると年を取ってくるとエネルギー代謝がどっちかっていうと解糖系よりも、ミトコンドリア系の方にシフトしてくるっていう風に書いてあったんですね。ちょっとその本読んだの多分10年以上前なんで、もしかしたら今の研究ではさらにもっと詳しい何かが出てるかもしれないんですけど、だからということは年齢を重ねれば重ねるほどミトコンドリア系の方でエネルギー代謝をするような体になっていくってことは、ミトコンドリア系の代謝は酸素がすごい必要な方の代謝の回路になるので、つまり運動とかでもすぐ糖質をエネルギーにするようなバーっていう無酸素運動とかよりも有酸素酸素をたくさん取り入れてゆっくり長く動くようなやつが年齢的な代謝を回すっていうのではだんだん合ってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。それ別に私が勝手に思ったので本当にそうなのか分かんないですけどなので年を取れば取るほどもしかしたら酸素を取り入れた運動の方が代謝が回りやすいっていう、つまりそっちの方がエネルギーもね生産しやすいということは、エネルギー代謝がうまく回るということは余計なカロリーをためないっていう方にもなるので、つまり痩せる分にも昔のような激しい運動をわーってやるよりも多分それだと疲労しちゃうだけで、年を取ったら有酸素運動の方が体のタイプ的にも痩せやすくなってくるんじゃないのかなっていうふうにまだそこまで年を取ってなかった時の私は思ったっていう感じなんですけど、っていうのを今思い出したんですけど、それで今アラフィフになってじゃあそうなんかもなって今思ったっていうすいません、なんかすごいはっきりしないことを喋ってしまったんですけどそんな感じで私がちょっとズボンのボタンが閉まらなくなったと。で無理やり閉めるとちょっとボンレスハムみたいな感じになってるっていう今の状況をどう自分の中で受け入れたらいいのか、そしてこの日々の気分の悪さ、ちょっと太ってるとか履いてきついとか見た目がって思った時のその日常的な気分の悪さをちょこちょこ感じることによってQOL がね、私の QOL が減ってしまうので、悪くなってしまうので、そのためにはもう少しだけでもスッとした腰回りになりたいけど、でも痩せるための努力は絶対に今する気が起きないけどどうしようかなっていう、そういうお話でございました。でもちょっと思ったのは、痩せるための努力はしたくないけどほんのちょっとだけ何かしようと思った時にご飯を食べた後にほんのちょっとでもいいから動こうっていうのを思いましたね。で要は血糖値が急上昇したのを少しでも
その少し動くことによってこう血糖値を安定させてたくさん脂肪の方に行かないようにするっていうのをちょっとだけやろうかなと思って。でも食後に歩くとかね、そういうめんどくさいことはしたくないので、食後にすぐまた仕事しちゃうとかじゃなくて、食後にお茶碗を洗うとかね、あとは洗濯物をそのタイミングで洗濯しなかったとしても、私洗濯する時に洗濯ネットに入れて洗うやつとかは洗うので、こそういう洗濯ネットに入れるやつは入れて洗濯機に放り込んどいて、もうあとはスイッチを押すだけで洗濯できる状態になるようにちょっとしとくとかね、そういうちょっとした家事、もう必ずやる家事っていうのをそのタイミングでやるっていう風にちょっとするようにしようかなと思って、ここ数日はそうしてるんですけれども、それ本当大した運動ってほどの運動じゃないんですよ。洗濯ネットに入れる時なんてね、別に普通にじっと立ちながら手だけ動かしてて、たまにちょっとしゃがんだり立ったりとか、それ程度なんですけれども、でもそれでもねちょっとは違うんじゃないかなと思って、意識的にねそういう感じでなんか頑張ることを増やすとかじゃなくてね、なんかどうせやることのタイミングをちょっと変えるとかね、そういうことをすることによってほんのちょっとでもいいから年齢によってコントロールが難しくなってきた体型問題っていうのをね、ちょっとどうにかしようかなっていうふうに思ったりとかしたよっていう話ですね。本当に今日はもう何言ってんのかちょっと自分でもよく分かんなかったんですけど、そんな感じですね。ということで、それではまた。